体制は壊れてくんじゃないかなと。打ちどころ悪かったら滅亡するんじゃないと。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日は占いと時事、やっていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、ございまして、10月の予言動画回ってますね。あ、よかったよかった。皆さん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。やっぱり自民党総裁選皆さん気になるところもあるんですかね。あ、そうかもね。今日もちょっとね、進次郎さんのあれ触れないとね。触れていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでございまして、本日収録日は9月30日でございますが、そうだ。ちょっとニュースで見たんですけど、南の方で火災みたいな話があったじゃないですか。予言の時にあったと思うんですけど。あ、そう。外したやつね。いや、これがね、びっくりしたんですよ。羽田空港の方で火災があったって。いや、こじつけって言われて恥ずかしい。やめよう。人がせっかくニュースで拾ってきたっていうのに。やめよう。ちょうど悲しいニュースだし。まあ、ただね、怪我人とかいなかったそうです。昨日の午前9時過ぎに、羽田空港の解体中の格納庫で、バーナーの溶断中に、もともと塗ってあった錆止めに引火しちゃったということで、大変大きな火災にはなったけれども、怪我人はなかったということで、まあ大変ね。空港で火事とかだとちょっと心配になっちゃうよね。ね、いろいろ心配になっちゃいますからね。まあでも、確かに。まあでも人に影響がなくてよかったなというところだったんですよ。はい。まあそんなお話もしつつ、9月30日収録、そして10月2日、問題なければ発表予定でございます。はい。では行きましょう。本日は6つニュースたっぷりご用意しております。はい。行きましょう。1個目。まずはおめでたいニュースからでございます。中川翔子さん、双子の男の子、ご出産ということでございます。おめでとうございます。おめでたいですね。翔子さんおめでたいでございます。ちょうど今日でございます。双子の出産をご報告ということで、まあインスタグラムの方で発表されていらっしゃいました。9時30分頃、無事に元気な双子を出産したということでございまして、母子ともに健康、2人とも2600g 超え。めでたい。めでたいですね。産声もしっかりしてましたというご報告でございました。まあ、帝王切開になるんじゃないかみたいなね、お話がありましたけども、まあ、無事に今回ご出産されたと。40歳だと本当に高齢出産になりますからね。確かに。ね。しょこたん40歳か。おじさんだったわけだね。そうですよ。僕なんか同年代ですから。そっか。そうだね。そうなんですよ。ということでね、本当ね、めでたい限りでございますけども、まあ、よくね、ほら、双子だと、運勢一緒なのかみたいなね、あるじゃないですか。どうなんですかね。多分、双子の本人同士はさ、性格がやっぱり一緒に過ごしてるから結構違ったりするんだよ。あ、そうなんですね。違ったりするし、全然違うって本人たちは言うんだけど、なんかね、同じ月とかに怪我をしたりとか、一週間遅れとか、やっぱりね、生まれた瞬間の違いとか、なんかそういうので変わってくるんだけど、そういうのは結構多いですよ。なるほどね。だからまあ波というか。そう。だから火星のアスペクトを受けてたらなんか出るとか、だから双子の場合は、関連法みたいなのがあって、双子の見方みたいなのを、三名学だったりとか、シビト数とかであったりするんだけど、僕ね、あんまり採用してなくて、そのままストレートに見た方が当たるかな、とは思ってます。なるほどね。まあちょうど今日の朝9時半のご誕生ということで。あとはちょっと内緒の見方もあるんだけど。あるんですね。一応ある。あるけど、なんだろうな。名式そのまま見てるところは変わんないよと。いうことと、インド先生術だったら分割図結構見ますよっていうこと。で、名式の中でもここを重視するかここを重視するかみたいなのは結構あったりするんだけど、まあ、どちらにしろなんかね、アーティスティックな子だと思いますよ。アーティスティックいいですね。双子でアーティスティックっていう。見た目が良くて、頭が良くて、なんか表現とかやっていく。ね、芸能人のお子さんっていう感じになると思います。なるほどね。いいですね。なんかね、しょこたんのお子さんっていうことで、ご活躍してで、その表現方法は全然違ってくるっていうのが、それが魂の違いだよね、多分ね。なるほどね。揃って同じことをやるとも限らないですよね。確かに別々の方向で。いや、そういう意味では楽しみですね、本当ね。楽しみですね。はい。ね、今後もね、母子ともに健康でお過ごしになられたらと思います。はい。では、続いていきましょうか。お騒がせなお話でございます。女性市長のスキャンダルが続いております。続いてる。続いております。どっちも、はい。ホテル密会のお話からいきましょうか。はい。9月24日配信のニュースポスト7で、判明しました。市役所の幹部男性とのラブホ密会を、ですね、小川明前橋市長がスクープされておりました。同じ日、ちょうどそのね、スクープが行われた9月24日の夜に、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めつつも、男女関係
係は否定ということでございまして、このですね、幹部男性は降格になったそうなんですけども、市長は引き続き続投というところで、ちょっとこれも賛否両論読んでいるというような感じで、ございました。さっきちょっと打ち合わせでも話してましたけども、ねずっちがうまいこと言ってたっていう。そうだね。ネバーギブアップとね、解いて、めちゃダメだ。うまいこと言ったなというような感じでございまして、大変ちょっとね、いろんなところで話題になっているというようなお話がありまして、そして、このお話もだいぶ長いですよね。田久保市長でございますけども、伊東市の田久保市長のお話でございます。静岡県伊東市の田久保真紀市長が、東洋大卒と学歴を偽ったと指摘されている問題を受けて、1日に、9月の1日に不信任決議案が市議会に提出されて全会一致で可決。10日には補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会が解散ということで、ちょっと伊東市の方もですね、バタバタしてるということでございまして、で、さらにですね、市はですね、市長の就任時に、学歴や職歴の公的証明書の提出を求める内規が新たに制定されて、明日10月1日から、もともとなかったんだ。なかったんです。施行されるということを、昨日の29日の市役所の、市の定例記者会見で田久保市長が発表ということで、もともとだから性善説と言いますか、必要ないでしょというところだったんだけれども、今回の田久保市長の件を受けて、田久保市長がやらなきゃダメですよねって言ってやり始めるっていうことで、マッチポンプじゃねえかっていうようなところでちょっと、これもちょっとバタバタとしてしまっているということで、ちょっとなかなか、こういった。そうだね。みんなこの辺の話題好きだよね。なんか話題としては盛り上がっている感じですね。そう、だから、今週、正直、ほら、ネタがなかったじゃないですか。正直、お気づきかと思うんですけど、ちょっと駆け足なんですよ。そう。だから、あんまなかったから、あれだけど、別に僕は気にならないニュースなんですけど、一応二人とも占いました。どうでした？岡川さんは、今全然悪いですよ、もちろん。もちろん悪くて、悪いんだよね。今年とか、今の大運がそもそもパートナーとの関係でギクシャクするような感じの5年間に今入ってるんですよ。あらまあ。42くらいかな。で、今その時期でしょ？それぐらいだったかなと思いますけど。俺の多分1個下とかだから、42とかのはずですよ。だから、今年あたりからギクシャクするんですよ、この人。なるほどね。そう、5年くらいね。で、一応、来年とか運勢自体はいいんだよ。なるほど。で、その次もいいし、だんだん上がってくっていう感じだから、どう挽回するんだろうなっていう感じ。だけど、環境が変わるとか、仕事の状況が変わるっていうのも出てるんですよ。だから、なんだろうな。けど、よくはなってきそうな気はするなみたいな。なるほどね。開き直って知名度上がったからっていうんで、YouTuber とかコメンテーターやるんかね。なんかそういう人いるじゃない。そういう方もいらっしゃいますね。確かにね。そういう系かなとか思って、注目して見てます。なるほどね。なんかね、そのまま東国原さんとかは、野党が出てきちゃうとどうしてもね、ハニトラ仕掛けられちゃうから気をつけなきゃねっていうところで、裏返ったりとか逆転したりとかってあるんですかね？わかんないけど、打ち合わせしてたって言うんだったら、打ち合わせしてたんじゃないですか？そうです。それなんとも言えないですけど、それに関しては、一応否定はされてらっしゃいますけども、とはいえね。打ち合わせしてたんです。ね、どうなのかってところではございますけども。っていうことです、誤解はね、与えるような環境だったんじゃないですかね。と思いますけどね。田久保さんどうですか？田久保市長。田久保さんは悪くなるのが今年から悪くなるんだよ。あら今年から悪くなって、しばらくずっと悪いんじゃないかな。今年の後半の方が悪くなるから、来月10月あたりからもっと悪くなるよ。これはただ単に、運が悪くなる人っていう感じ。今年さ、この人鳥年の牛月で、蛇の年だから見取り牛って言って、金曲みたいなの作るから、仕事のプレッシャーとかがきつくなるし、なんかそれで潰れちゃうみたいな感じの時期なんだよね。そうなってくると、ちょっと今回ね、市議会も解散ねして、もう一回ちょっとやり直すぞっていう形になってますけど、ちょっと市長継続っていうのはどうなんでしょうか？そういう感じになるよね。で、多分、55とかか。だから今年の多分、春あたりに体温変わってると思うんだよ。だからそっからずっと悪いんですよ。今55歳ですもんね。だから悪いです。もうはっきりと。だから、そうだよね。しんどそうだなっていうふうには見えますね。なるほどね。二人の市長、運勢で言うとちょっと明暗分かれそうな。そうだね。そうだね。そういうふうに僕には見えるよ。なるほどね。ちょっと来年以降どうなるか。悪いと思いますけどね。メンタル的にも結構
田久保市長は今、月の位置と土星の位置がスクエアくらいだと思うから、きついかなとは思いますね。なるほどね。そうそうそう。ちょっと辛い状況が続くんじゃないかと。なるほどね。いや、ちょっとお二人のお騒がせ市長、今後どうなるのかね、ちょっと気になる方は引き続き見ていただければという感じでございますね。さあ、政治の話題、引き続きいきますが、こちらの政治の話題は、国を揺るがすお話でございます。自民党総裁選まで、ですね、本日で、あと5日になるわけですね。まあ、これがアップされてる頃には、もうあと3日ぐらいになるわけでございますけれども、はい、本当に、投開票は近づいておりますが、そんな中で、小泉氏が、ですね、やらせ投稿問題でございます。ニコニコ生放送の方でですね、ニコニコ動画の方でです、投稿コメントの方にですね、まあ、自分たちを、要するに小泉陣営が、いいぞというですね、いわゆる称賛のコメントを流すようにという指示を出したというのが、まあ、これがバレてしまいまして、まあ、実際指示が出ていたということで陳謝してると。なんかみんなやってそうだけどね。まあ、わかりませんけども、どうなんでしょうかね。わかりませんけども、まあ、今回はちょっとバレてしまったというところでございまして、まあ、やらせ投稿問題、ということで大変ですね、こちら SNS 上では話題になっておりました。ただですね、テレビ局の方などで、実際じゃあ自民党の方の国会議員の動向を調べたところ、引き続き小泉氏が全体の3割弱に当たる80人を超える票を今のところ確保してるんじゃないかというところで、他の陣営もですね、このやらせ投稿に関してあまり強い追及をしてこなかったというところもあって、そこまで影響はないんじゃないかというような流れになっているそうでございます。ちなみに、先ほどの、投票数に関しましては、2位が林さんでございまして、約60人ほど。その後に高市さんということで40人超えというところでございました。で、小林茂木氏は、30人ずつということなんですけども、まだ、態度が明らかではない議員が50人ほどいるため、今後こういった情勢が変わっていく可能性は十分あるだろうというようなニュースが流れておりました。というのが現状でございます。そうだね。だから、進次郎さん、ほら、駅振ったでしょ、空母だったから、空母ってちょっと操り人形感があるんだよね。どうしたってね。で、強かったのは他、高市さんと林さんだけど、高市さんは中っぽかったし、林さんもね、そんな完全にいいような感じには見えなかったんだよな。そうでしたよね。そう。だから難しいなーって。決選投票で、林さんが残ったらちょっと面白いよね。林さん残るってなるとちょっと流れ変わりますよね。変わるかもしれないね。今のところは世の中の流れ的には小泉 VS 高市じゃないかって言われてますけど、先ほどのね、ニュースの感じだと、小泉林ってなったら、いや、小泉ね、あれやっちゃったからっていう風になるかもしれないよね。僕はなんか何も変わらない自民党っぽくて、林さんはそれはそれでありかなっていう気もしますけどね。調整役って感じがしますよね。そう、だから、どうなんだろうね。なんか、次のさ、高市さんとか、小泉でこけたら、もう立ち直れないんじゃないのとは思うけどね。そうです。林さんだったらなんか仕方ないってなりそうな気がするけどね。ここは一回引いてで、この前言った通り、国民民主あたりからポンって殿様連れてきてっていう感じが、無難なようには見えるけど、自民党目線で言ったら。自民党目線で言えばですね。確かにね。で、僕支持とかしてないんで、なんかやってんなくらいの感じで、それでもやっぱり小泉さんかな。なんかネットではね、いやー、自民党をぶっ壊すとは言ったけど、まさか息子がぶっ壊すとは思わなかったよって言いそうだよねっていうコメントが流れてて。そうだね。どっちにしろさ、戦後体制変わってっちゃうから、あんまりなんていうのかな、些細なことですよ。とはいえね、もちろん現状与党ではございますから、どうなるのか引き続き注目ではございますね。はい。さあ、続いては海外に目を向けてみたいと思います。こちらも大変大きい話題でございました。アメリカ、そしてイスラエルのですね、20項目にわたるガザ和平計画合意ということでございます。これには即時停戦も含まれております。トランプ大統領が29日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談。終了後の共同記者発表でパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結、そして戦後統治に関してアメリカ政権が新たに公表した20項目の包括的な和平計画でイスラエルと合意したと表明ということで、この計画、イスラエルとですね、イスラム組織ハマスが合意すれば即時停戦する内容ということで、ただハマスが拒否してしまいますと、ハマス壊滅を目指すイスラエルを今後は支援すると
いうことで、ハマスの対応が焦点となるだろうというところでございました。イスラエル問題に関しましてはですね、イギリスやフランスなど各国が相次いで表明しております、パレスチナ国家の承認についてですね、26日の国連総会一般討論で、テロリズムを助長する恥ずべき決定だと非難してたんですけども、もうネタニヤフさんがもう壇上に上がった瞬間にみんながいなくなるという、席からいなくなって抗議を示すというような感じでございまして、ちょっと分断の流れが引き続きあるのかなというような感じもございました。大変ちょっと大きな流れが起きている状態でございます。これもね、ちょっとね、うちでも何回かね、取り上げてはいる状態ではございますが、これいかがでしょうかね、これね。来年ネタニヤフさん全然ダメなんですよ。かなり前に占ったと思うんですけど、なんとかするんだったら、今決めないといけないんですよ。なるほどね。そういう意味では本当に今決めるぞっていうような感じですよね。トランプさんも外閣だとしたら、来月からいいんだよね。だから、今節目だし、国際情勢的な占いをほら、毎年してるじゃない。はい。あれで9月の下旬くらいから世の中落ち着いてくるかもねっていうような話をしてたでしょ。そうですね。だからその時期だよなとは思うから、これで落ち着いてってくれたらいいなと思ってます。落ち着いていかないと、来年はネタニヤフさんはめっちゃ目立つけど、本当空母機だし、変な目立ち方をしちゃうんじゃないかなとは思うんだよね。変な目立ち方。だから、ちょっと怖いんですよ。だから、今終わらせちゃった方がいいとは思いますけどね、僕はね。なるほどね。やはりね、多くの方が亡くなっている問題ですからね、本当にそういった意味でも、早めにね、ちょっと終結してほしいところではございますね。さあ。ということでございましたが、あと2つ、ちょっと明るい話題と言いますか、ちょっと面白い話題でございます。まず1つ目、チャット GPT でお買い物ができるようになると。いうことでございまして、オープン AI が新機能を発表でございます。29日、アメリカオープン AI 社は対話型生成人工知能チャット GPT で商品を直接購入できる機能、インスタントチェックアウトの提供をアメリカの利用者向けに発表ということでございます。Google の次は Amazon のパイを行くぞと。そう。ググらなくて、チャット GPT ルみたいになってきてて、今度は Amazon らないで。そんな言葉はないですけど、ね、すごいね。チャッピルとか言うのかな。チャッピル。けど、全部できちゃうからね、チャッピーくんとかっていう言い方あるんだよね。みたいですね。チャッピーくん。うちのチャッピーくんがつって言うらしいですからね。他の通販サイトなんかと競争なんか起きるんじゃないかっていうところは言われてるんだね。個人情報とかどう捉えるかだよね。確かにね。もう、カードの情報だったりとか、大体は把握はされてるけどさ、どうするんだろうなって、今、まずいなって思ってるのは思考だよね。思考。人の価値観とか考え方みたいなのが全部データ取られてるわけじゃん。発想法とか。だから、そろそろ危なくなるんじゃないかなとか、日本の大企業とか使ってて大丈夫なのかなとか思うけどね。そうか。だからアイディアとか。そう。そう。とか、企業のノウハウとか、どのくらい取られてんだろうなとか、どのくらい保存してんだろうなとか、気にしてんのかなとか、Azure とかちゃんと使ってんのか、ローカル環境を作ってんのか、はたまた何もやってないのか、IT 企業って呼ばれてる会社って心配だなって思ってます、僕は。逆にね、一番使ってるところだからこそですよね。引っこ抜かれちゃってるんじゃないかっていう心配は、抜かれてると思いますよ。だから、連鎖倒産とか心配だなとは思いますね。確かに。もちろん首は切られるんですよ。だっていらないっていうか、だから仕事できるから。だからホワイトカラーって呼ばれてるようなところが油断してると偉い目に遭うよとは思う。要は頭良くなってきてるから、何考えてるか、どんなアイデアを出すか、多分予想できるようになりますよと。あともう2、3年、1年くらいかな。多分。そんなもんです。なんで、そういう担当者はちゃんと社長に行って、億単位の予算つけてもらった方がいいと思いますよっていうふうには思いますね。怖いですね。そういう意味ではね。いわゆるローカル環境、そのね。そう、だから、理系の工場というかさ、工業系とか精密機器とか作ってるところは当たり前だけど、ネットなんか繋がらないわけですよ。そりゃそうですよね。どっから漏れるかわかんないから。そう。だから、日本のノウハウなんて大したことないけど、あんまりなんていうのかな、油断してると全部持ってかれますからねっていう感じですね。そうですよね。それこそチャット GPT にね、だけじゃなくてね、ジェミニーとか、クロード。クロード新しいの出たんですよ。そうか。あれ今日でしたっけ？今日です。収録日の30日、クロードの最新。そう。コーディング性能が抜いたんですよ。GPT-5 を。すごい。抜き返したんですよ。抜き返した。クロードはね、話しやすいですよ。話しやすい。いいですね。みんなほら、4オメガでなんかいなくなっちゃったから返せって言ってるじゃないですか。それで言ったら、ソンネットの方は残ってるから、
4.5 は出てるけど4残ってるから、4めっちゃ話しやすいですよ。ちょっと GPT に寄せたかなっていう感じですね、4.5 はね。そしたらちょっとクロード皆さん使ってみてもいいかもしれないですね。クロードそうだね。アンソロピックは面白いね。なんだろうな。それこそ壁打ちとかに向いてるからアイデアとか取られちゃうんじゃないのとは思うけどね。じゃあ使い方もやっぱ気をつけなきゃ怖いな、もう。もう結構なところまで来てます。ちょっといじってみると、無料でいじれんのかな？3回くらいは多分いじれるから、意外ともう心あるんじゃないかくらいにはなってますよ。そんなに、すごい時代ですね、本当に。いやいや、各国の、AI 戦争と言ってもいいかもしれませんね。本当に様々な技術がどんどん出てきておりますので、いやー、置いてけぼりにされないように本当気をつけないといけませんね。そうね。いじってみて、けどローカルでできる人はローカルでやった方がもうそろそろいいと思うけどね、僕は。ローカル環境の構築。50万くらいのパソコン買って。大変。まず50万のパソコン買うのは大変。オープンソースの入れてっていう。あれですよ、会社で使うんだったら、どうでもいい内容だったらいいんじゃないですか。まあ、日常的なね、ことだったら助けてくれる、ね、サポートとしてはいいでしょうけどね。というところでございまして、チャット GPT の今回新しい機能のお話でございました。ラストでございます。ラストはちょっとね、都市伝説っぽいお話。と言いますか、天文学っぽいお話でございます。レモン彗星。はい、聞いたことある人ない人いるかもしれませんが、地球に最接近というお話でございます。こちらですね、アメリカのレモン山天文台で発見されたことからその名が付けられた彗星なんですけれども、これがですね、緑色に輝く姿ということでございまして、これが青い星のやつか。はい、そうですね。はい。8月の中旬頃から日に日に明るさが増していて、来月、これ放送中は今月ですね、10月後半頃には肉眼で見られることまで明るくなると予想されておりまして、次にこの姿を見ることができるのは1300年後じゃないかということで、本当に一生に一度しか見れない彗星ということで話題になっております。地球に最接近するのが10月の21日。日本でもですね、日没後に全国の西の空の低い位置で観察できるんじゃないかということで、天文台などでね、大変期待されているということで注目を浴びてるんですけれども、これはなんかアメリカでしたっけ？なんか向こうの方の都市伝説だとそう。なんかこれが来たら地球が滅亡するみたいな。ホピですよ、ホピ。ホピ。ホピ族のなんか、やつ。予言ってやつですよ。だから、滅ぶんですよ。地球は、このレモン彗星が来ることで滅亡するんだよなんだっていう。ありがとうございます。だんだん伝わんなくなるんじゃないかな。そうだね。この世代だよね、MMR ってね。ヒデちゃんがやってましたね。ね、そんな話もあるそうですけども、どうなんですかね。滅ぶんじゃないの？わかんないけど、占い的に言ったらさ、これから7年くらいだからだいたい双子座に天王星があるときに、過去とかね、見ていくと、太平洋戦争があったり、幕末とか南北戦争があったり、独立戦争とか飢饉の頃だったりとか、基本は大変なんですよ。原稿もその時期に来てるしね。だから、体制は壊れてくんじゃないかなと。打ちどころ悪かったら滅亡するんじゃないと。打ちどころが悪かったらって。おじいちゃんが頭ぶつけちゃってちょっと打ちどころ悪くてみたいな話しますね。だけど、そういう話かなとは思ってるんですよ。だけど、滅亡するくらいになったらさ、じゃあ今日何して生きようかとかって思うじゃない。確かに逆に集中するっていう考え方はあるかもしれないですね。とか、AI とかもちゃんと運用とかちゃんとやんないと本当にディストピアになっちゃうからね。ディストピア、確かにね。ディストピア作ろうとしてる人たち多いと思うよ、俺。管理社会と言います。自分たちの正義を支配下に人類を置こうっていう、そういう考えをする。金持ってる A チームも B チームも割とそっち思考じゃないかなとは思いますけどね。そう考えてもおかしくはないですもんね、確かに。まだマシな方もあると思うけど、それでもなんていうのかな、積みますよね。そういうね、なんか支配されちゃうみたいなのってのはちょっと、やっぱり避けたいところではありますけどね。そうだね。そういうためにはやっぱりどうしたもんかなって思いますけどね。一人一人がさ、今できることだから別に、都市伝説とか、僕も煽っちゃってるかもしれないんだけど、予言とか、なんかそういうのって怖いこと言うじゃない。やっぱり怖いこと言いますよ、皆さん。だけど、その前に今を生きるじゃないのっていうふうには僕は思いますよ。確かに目の前のことをちゃんとやっぱりね、しっかりやっていくってのは大事ですよ。狂信でも後悔しない生き方を毎日やっていけばいいのかなとは思いますけどね。なるほどね。今をちゃんと生きると。そう。今のことに追われるんじゃなくって、今の自分ができることをしっかりやっていく。そう。今の範囲が1年でも2年でもいいですよ、別に。人によったら10年とかも今みたいに感じてる人だっているからね。なるほどね。10年
年も一生も今だって思って生きてる人もいるから、別にその長期の計画を立てると今を生きてないみたいな人いるでしょ。それはね、単純に知能の差だと思ってるんですよ。すげえ嫌なこと言うと。だけど、そうだろうなと思うから別に、今っていうのは、その1秒だろうが、10秒だろうが、10年、100年、1000年、万年だろうが、今なんですよ。なるほどね。なんかちょっと仏教の考え方みたいな感じもありますね。だから、そういう意味で今を生きたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。これだけね、ちょっと AI がね、発達してきて、人間の存在意義とは何ぞやみたいな話もね、あったりする世の中ですからね。そういった意味でもちょっとやっぱり自分が人間らしく、今どうやって生きていくかっていうのをしっかり考えるっていうのは一人一人がね、大事なことかもしれませんね、本当にね。権力者っつったって、所詮は人間でしょ。まあ確かに。まあわかんない。宇宙人だったりしてね。都市伝説。本当市伝説とか陰謀論の話になっちゃう。びっくり。地底人かもしれませんからね。本当にね。わかんないですけどね。まあまあ、誰がね、支配してこようとするかっていうのはね、あるかもしれませんけども、まあ我々もそれにちゃんと立ち向かうというかね、支配されないようにするためにも、無視。戦わないと。そもそも。なるほどね。はい。ということでございまして、本日はですね、6つニュースの方ご用意させていただきました。引き続きですね、こちらの占いと時事の方ですね、続けていきたいと思っておりますので、もしよかったら高評価、チャンネル登録、それからスマホからできます新機能、ハイプでございますね。こちらの方ぜひよろしくお願いいたします。皆様からのコメントも募集しております。よろしくお願いいたします。あと、それからね、他にもいろいろ動画ございます。たまには手相動画なんかも上げていく。そうですね。今週みたいにネタがないときは、もしかしたら時事お休みして手相やるかもしれないので、よかったら手相の動画を見てやってください。よかったらよろしくお願いします。そっちもハイプお願いします。はい。ということでございまして、また次回お会いできればと思います。今週もありがとうございました。またねー。